中国史上唯一の女帝側天武功をご存知だろうか。彼女は女帝ながら類いまれな才覚と美貌を兼ね備えたまさに絶世の才色兼備。しかしそんな側天武功、実は中国史上最強の悪女として有名なのだ。自らの欲望のためなら手段を選ばない側天武功の残虐すぎる気候とは一体。どうも、地球最強の女、闇神くんよ。昇竜拳。今回は中国三大悪女の筆頭と言われる側天武功を取り上げるんですが、もうね、彼女ね、もう超美人なんですが、もうね、やることがもうマジ吉のマジ吉なんですよ。モンストで言ったら闇タイプみたいな。そう、わかんない。やったことねえからわかんない。お前結構地球の文化やってんな、お前。中国4000年の歴史に名を残す希代の悪女、側天武功。耳にするのもおぞましい血生臭い所業の数々とは。中国史上最強の悪女。中国の長い歴史の中で三大悪女とされる女性がいるのをご存知でしょうか。一人は漢の高祖劉邦の妻呂后、もう一人は新王朝末期に実権を握っていた皇后西太后、そして最後の一人こそ今回紹介する側天武功なんです。漢の呂后は我が子である皇帝の名を利用して権力を振るい、家来を自分の目の前で殺害して越に入るなど数々の残忍行為が語り継がれる悪女なんです。西太后も自身に反発する側室を井戸に投げ込んで殺害したり、自らの権力を維持するために老いを毒殺したりと恐ろしい逸話が現代まで語り継がれているんです。また1984年に公開された映画西太后の中には衝撃的なシーンが。それは実権を握るようになった西太后が恋敵の両手両足を切断して亀の中で飼い殺しにして、その様子を満足そうに眺めるシーンなんです。もうかなりね残虐なんですが、このエピソードは事実ではないんです。このエピソード、実は側天武功が行ったことなんです。そう、西太后の逸話ではないんです。これは側天武功の逸話を借りて西太后が権力にたどり着くまでの残虐性を前面に押し出そうという映画的演出だったんです。つまり三大悪女という悪魔のようなくくりの中でも側天武功の残虐さは頭一つ抜けていたということなんです。そして同時に最も絶大な権力を持っていたのも彼女だったんです。では中国史上もういや地球上も人間宇宙銀河史上最もヤバいと言われるこのね悪女のね側天武功は一体どのようなレディーだったのでしょうか。彼女が生を受けたのは西暦624年、ちょうど唐が起こり中国が強力な統一国家として急成長を遂げようとしている時期だったんです。上流階級の家に生まれた武功は英才教育を受けて育ちます。彼女自身も学問が好きで食事中も書物を離さないほどだったんです。音楽の才能もありルックスまで完璧、この時代に求められるものを全て持ったまさにパーフェクトな美少女だったんです。いやもうこんなねパーフェクトな女性にいたらもうね普通のとこだったら惚れちゃうんですよ。新垣結衣も負けるわね。まあ新垣結衣か。うわ、あんためちゃくちゃ失礼なこと言ったね。いやガッキーめっちゃ好きだもんマジで。ガッキーも慣れ慣れしくガッキーとか言わない。ガッキー俺好きだし、ガッキーも俺のこと好き。顔が気持ち悪い。そして彼女が14歳になるとその美貌が唐の二大皇帝大宗の目にとどまり皇宮に入ることとなるんです。皇宮とは日本でいう大奥のようなもので皇帝の嫁や愛人が入るところなんです。当時はそこに何十人という側室がいました。武功は頭脳明晰で類いまれな美貌の持ち主だったんですが、皇宮で与えられた地位は祭神。これは6階級ある側室の中で上から4つ目の階級で、その主な仕事は皇帝の寝具を交換すること、つまり下っ端の一人に過ぎなかったんです。そのため皇宮に入ったはいいものの皇帝大宗の寵愛を受けることはなかったんです。そうしてここから嫉妬や陰湿ないじめが横行する皇宮で長い下積み生活を送るようになるんです。その期間はなんと約8年。この時期の屈辱的な生活こそが側天武功を悪女たらしめたんです。彼女は壮大な野心を抱くようになるんです。いや、女版キングダムみたいですよね。側天武功が皇宮に入って8年が経った22歳の時、皇帝大宗がこの世を去ります。当時の儒教の慣例で亡くなった皇帝の妻や愛人のうち子供がいない者はみんなお寺に収容されたんです。そしてその後死ぬまでそのお寺で生活をすることになるんです。地獄。これは2層となって亡き夫を弔うためだったんです。
いやもうね、淑女っすよ。無理やり髪を剃られた女たちは自らの運命を嘆き泣き叫んだと言います。しかしそんな中、側転武功一人だけが涼しい顔をしていたんです。一体なぜなのでしょうか。それは彼女には再び高級に戻れる木産があったからなんです。そしてその木産は非常に意外なものだったんです。まだまだこれ全然悪女ぶり発揮してないのに終わりそうじゃない。くじけそうじゃない武功が。結構ひどいじゃん、もう今の時点で。お前どんだけ性格悪いねん、お前。ほんとめっちゃ悪い。可愛くね。大層がね、少し亡くなる前から武功はね、ある男性と関係を持っていたんです。この男性との関係がなければね、武功は歴史に名を残すこともなかったとも言われているんです。そしてその男性とは誰？史上唯一の再入り側転武功の木産とは一体何だったんでしょうか。そのポイントは彼女がある男性と親密な関係にあったことなんです。その人物とは次期皇帝高宗。側転武功は大宗が亡くなる数年前から密かに高宗と通じていたんです。言うならば義理の息子と不倫関係にあったというわけなんです。まだ大宗が存命の時から2人は周囲の目を盗んでは相引きをしていたんです。 AV か。大宗が病に倒れた後でも慌ただしく便所でちょめちょめすることがあったと言います。アンジャッシュ渡部か。いやらしいわね。発情期なんです。大宗を葬って間もなくのこと、次期皇帝高宗は武功のいる尼寺に赴き、亡き父の焼香供養を行います。そしてそこで高宗と武功は再会を果たしました。武功の魅力に骨抜きにされていた大宗はその後何度も尼寺に通い詰めます。そしてやがて武功は皇帝の子を宿すのです。この時期の皇宮は皇帝の第一夫人である皇后王子と第二夫人の小淑妃が高宗の寵愛を争い対立していたんです。高宗の関心を小淑妃からそらしたかった王子は子を宿した武功を皇宮に呼び戻すことを進言し、高宗はそれを実行。こうして側転武功は尼寺から史上初の再入り宮を果たしたんです。一見幸運が積み重なったようにも見えるんですが、これらは全て武功の計算通り。前皇帝の生前から高宗と通じていたのも出世の早道と考えてのこと。側転武功には高宗に対しての愛情などこれっぽっちもなかったんです。いやもうひどいわ。俺もね、すっげえ昔前にね、またされて振られたことあるから、もうね、高宗の気持ちわかるな、マジで。ほんまにこういうことすんの意味わかんない。ひどいよ。浮気されたの。浮気された。ざまー。王子の狙い通り側転武功が皇宮に入ると、小淑妃は瞬く間に高宗の寵愛を失いました。ライバルが退場したところで側転武功は次のターゲットに狙いを定めます。それは皇后王子だったんです。彼女は側転武功が皇宮に戻れるきっかけを作ってくれた人物なので、ある意味では恩人なんですが、側転武功はそんなことでは躊躇しないんです。しかも彼女は生まれた自分の赤ん坊を利用して王子に一世一代の罠を仕掛けるんです。それは非常に残虐なものだったんです。ある日、王子は出産を祝うために側転武功の部屋を訪れました。しかし武功は留守で部屋にいるのは赤ん坊だけ。王子はその子を少しあやして退出したんです。ですが実はその様子を武功は影から見ていたんです。彼女は王子が退出してから部屋に戻るのですが、そこから信じられない行動をとったんです。なんと武功は我が娘を絞め殺してしまうんです。その後、赤ん坊の顔を見に来た高宗が死んでいることに気がつきました。武功はそれを見て大いに泣きわめいたんです。そしてこう訴えたんです。皇后が子供を毒殺した。高宗は女中から王子が赤子の部屋から出ていく姿を見たという証言を聞きました。そのため武功の訴えを信じてしまうんです。王子は罪を否認するんですが、身の潔白が証明できなかったため捕らえられてしまうんです。そしてこれを機に側転武功は皇后の座に繰り上がったんです。一方で王子はそれから1年以上にわたって暗い奥の部屋へ幽閉されました。これは高貴な彼女を徹底的に貶めて狂い死にさせようという武功の思惑によるものだったんです。ですがそんな王子の身を案じて幽閉場所まで出向いた人物がいました。それは高宗だったんです。しかしこの行動がさらなる悲劇を生むことになるんです。なんと武功は王子に嫉妬し彼女の処刑を決めるんです。しかもその方法は非常に残虐。まず武功は王子を100回の鞭打ちの刑に処します。そして両手足を切断、
だるまのようになった王子を生きたまま酒がたっぷり入った壺に放り込みました。哀れな元皇后はその酒亀の中で数日間泣き叫んだ後に絶命したと言われているんです。そしてこの事件以降、側天武功の謀略と残虐行為は熾烈さを増していくんです。自らの野心を叶えるのに邪魔となる人間はことごとく粛清し処刑。そしてなんと病弱だった高僧に代わって政治の実権を握り権力を振るうようになっていったんです。どうするしようなね。行かれてんすよこのね側天武功はね。もう王子をね、酒亀にね入れるときに、あんたはね骨の髄まで酒で酔っ払うがいいわグホゴって言ってたらしいんですよ。意味わかんない。もうブス、もうここまで来たらもう顔見た目可愛くていろいろパーフェクトだって知ってもうブス。あんま女性にこういうこと言うといけないけど側天武功はもうブスです。よくないです。もう見た目じゃないです。意味わかんないです。あんたに圧倒されたわけまあね、圧倒されつつもね、それを凌駕して圧倒してくるのはね、このヤバすぎるね、側天武功なんです。なんとね、彼女のね、残虐行為はね、これだけでは終わらないんです。中国史上唯一の女帝。初めのうちは武功も高僧の陰にいたんですが、彼が病に倒れ歩くことも話すこともできなくなると、表立って皇帝の任を追っていったんです。当然疑問の声も多かったんですが、その絶大な権力を恐れ誰も歯向かえなかったんです。その後高僧が死亡すると、武功は自らの野望のために皇位継承権が強い者たちを次々と殺害していくんです。高僧には武功以外の側室に産ませた4人の子供がいたんですが、そのうち3人を反逆罪などの汚名を着せて処刑。さらに皇太子であった武功自身の2人の子供も毒殺。やばいお母さん。その結果、皇位継承権を持つ者は消え失せ、ついに自ら帝位へと座ります。西暦690年、側天武功は60歳にして悲願を叶えました。中国史上唯一の女帝となったんです。そして着任後間もなく国号を唐から州へと変更。ですがこれに対して唐王朝の皇族たちの猛烈な反発を受けてしまうんです。まあね、しかしなんですが、武功にね、逆らったね、人たちはね、もうおよそファッキーな目に遭ってるんですよ。もうどんなファッキーな目に遭ったと思います？愛を持って抱きしめた。マジで言ってる。側天武功はその反逆者たちを全員処刑。さらに一人も取りこぼさずあぶり出すために町に提案箱を設置。これで匿名で密告できるようにしたんです。その結果、有力な情報が多数集まり、取り調べを受けた者のうち半数は殺されてしまったんです。これでチクるやつマジで畜生っすよ、本当の。あんたみたいな。本当に。いや、俺はチクんないですよ。結構なんか、なんだろう、小学校の時に、はい、なんか西江君が、なんかサッカーボールしまってませんみたいにチクられてた方だから俺。どういう状況？こうした残虐行為の結果、側天武功が在位期間30年の間に殺害した人数は最小大臣級の高官で36人、そして大宗高宗の親族はなんと70人以上も殺したんです。自分の親族をこれほどまでに虐殺した女王は歴史上に類を見ないでしょう。まあね、しかしね、その一方では側天武功っていうのは政治においては後世でも一定の評価を得ているんです。彼女の治世下の党は栄華を極めました。これは卓抜な人材活用術のおかげだったんです。武功は身分にこだわらず意欲に満ちた新進の人材を登用したんです。この時に抜擢された者の中には後の元宋の時代にも活躍した人がたくさんいたんです。さらに男尊女卑がひどかった時代において男女平等の施策を打ったのも特徴なんです。ちょっといいやつ。父と母の物重さを同じにする布告を発したり、女人禁制だった儀式に女官を参列させたりもしたんです。宮廷内では暴君だった彼女なんですが、国民から見ると名君でもあったわけなんです。まあね、これは余談にはなるんですが、側天武功は性においても宮廷を牛耳っていたんです。なんと武功は66歳の時にお気に入りの男を集めた高級や愛人を数多く作ったというんです。ジャニーズ、肌の綺麗な歌の上手い兄弟、美薬商人、実の甥などその相手は多岐にわたりました。そしてその人数は生涯通算でなんと1000人超え。性欲もバキも急なのね。そうなんですよ。抑えてほしい。中でもお気に入りだったのが巨大な一物を持つ僧侶。なんだそれ。武功はこの男のために広い冥堂や巨大な大仏などを建て、新たな経典を国中に配布するなどしていたんです。いやもうね、もう立派なに
あり。ど下ネタ。しかしそんな彼女にも西暦705年ついに年貢の納め時がやってくるんです。彼女の衰えを狙って彼女がかつて抜擢した重臣たちがクーデターを起こしたんです。武功一派の抵抗も虚しく、追放した息子が率いる一派に大位を迫られ監禁されます。そしてその年のうちに中国史上唯一となる女帝則天武功はその生涯を閉じたんです。享年82歳。邪魔者を粛清してきた則天武功は自身も邪魔者になってしまったため、この世から葬られることになってしまったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。